理解説。80年代に舞い降りた天使。ジュリー・デルピー。世界を魅了した初期の傑作から最新作まで。みんな、こんにちは。ねえマリサ、今日はどんな映画を紹介してくれるの？サムネイルの女優さん、すごく綺麗だね。よレイム。今日はフランス映画界の至宝、ジュリー・デルピーの傑作選だぜ。彼女は80年代、その透明感あふれる美貌から、舞い降りた天使と呼ばれ、当時の日本のミニシアターブームを象徴する存在だったんだ。まさに、スクリーンに映し出されただけで、その場にいる誰もが恋に落ちてしまうような、特別な輝きを持っていたんだぜ。天使か。でも、ただ綺麗なだけの女優さんじゃないんでしょ？ああ、彼女はゴダールなどの巨匠に愛されただけでなく、自分で監督や脚本もこなす才女なんだぜ。可憐な見た目に反して、中身は毒舌で知的なんだ。今日はそんな彼女の魅力を、初期の名作から最新作までランキング形式で紹介していくぜ。第10位。キリング・ゾーイ。1994年。それじゃあ早速行くぜ。第10位は、1994年に公開されたバイオレンスアクション、キリング・ゾーイだ。タランティーノが関わってるって聞いたことあるかも。ああ、タランティーノが制作総指揮なんだが、監督はパルプフィクションの原案を一緒に作ったロジャー・エイバリーだ。90年代の空気感を象徴するような作品で、ジュリー・デルピーの少し退廃的でキュートな魅力が爆発している一作なんだぜ。タランティーノが関わってるってことは、結構過激な映画なの？天使みたいなジュリーがそんな映画に出てるなんて意外だわ。そうなんだ。でも、そのギャップこそがこの映画の見どころだぜ。物語は、アメリカからパリへやってきた金庫破りの Z が、ジュリー演じる娼婦のゾーイと出会うところから始まる。二人は惹かれ合って一夜を共にするんだけど、この時の彼女が本当に魅力的でな。気だるげな雰囲気と知的な会話がたまらないんだ。ロマンチックな始まりだね。でも、Z は金庫破りなんでしょ？嫌な予感がするわ。その予感は的中だぜ。翌日、Z は仲間と一緒に銀行強盗に入るんだが、なんとそこは、ゾーイが昼間の仕事として働いている銀行だったんだ。昨夜愛し合った二人が、犯人と人質という最悪の形で再会してしまうんだぜ。うわぁ、それは運命がいたずらすぎない。昨日の恋人が今日は強盗だなんて、ゾーイがかわいそうすぎるよ。ああ、まさに悪夢のような展開だよな。現場は警察に包囲されて、激しい銃撃戦が始まる極限状態になる。そんな血生臭い地獄絵図の中で、ゾーイは真っ赤でセクシーなシャツを着ているんだが、その鮮やかな赤色がバイオレンスな描写と対比されて、強烈な美しさを放っているんだぜ。赤いドレスのゾーイ。想像しただけで絵になりそう。怖いけど、彼女の美しさが際立ってるってことだね。その通りだ。清楚なだけじゃない、彼女の小悪魔的で危険な魅力が詰まったこの作品は、ジュリー・デルピーを知る上で絶対に外せない一本だぜ。第9位。パッション・ベアトリス。1987年。続いて第9位は、1987年公開のパッション・ベアトリスだ。これはフランス映画界の巨匠ベルトラン・タベルニエ監督が手掛けた作品で、14世紀の100年戦争下のフランスを舞台にした、壮絶な歴史ドラマなんだぜ。100年戦争って、ジャンヌ・ダルクとかの時代だよね？タイトルにパッション、情熱ってあるけど、ロマンチックな恋愛映画なのかしら？いや、このパッションは受難という意味合いが強いかもしれないな。物語は、ジュリー演じる領主の娘ベアトリスが、戦地で捕虜になった父フランソワの帰りを待ちわびるところから始まる。でも、数年後に身代金で解放されて戻ってきた父は、戦争の過酷な体験で心が壊れ、神を呪う残忍な暴君へと変貌していたんだ。戦争が人を変えてしまったのね。家族にとっては悲劇だわ。悲劇はそれだけじゃないぜ。父は家族を虐げるだけじゃなく、あろうことか実の娘であるベアトリスに、歪んだ愛情を抱き始めるんだ。近親相関的な狂気を向ける父と、それに耐える娘という構図になっていく。実のお父さんが娘に、そんなの、あまりにも残酷すぎて言葉が出ないよ。
ベアトリスがかわいそうすぎる。そうなんだ。映画全体が中世特有の泥と血にまみれた暗黒の世界を描いているからこそ、その中で深い信仰心を持ち続けるベアトリスの姿が、まるで泥中のハスのように清らかに映るんだぜ。過酷な状況だからこそ、彼女の美しさが際立つわけね。でも、そんな重い役を若い頃に演じていたなんて驚きだわ。当時彼女はまだ10代後半だったからな。狂気に満ちた父の魂を救おうとする聖女のような強さと、触れれば壊れそうな脆さを見事に演じ切った。彼女がただの美少女アイドルじゃなく、本物の怪物女優であることを証明した一作だぜ。第8位、ボイジャー、1991年。第8位は、1991年公開のボイジャーだ。これは、ブリキの太鼓で知られる名将フォルカー・シュレンドルフ監督が手掛けた作品で、美しくもあまりに残酷な愛の物語を描いた傑作だぜ。ブリキの太鼓の監督なの？それは名作の予感がするわ。でも、残酷な愛ってどういうこと？タイトルは冒険映画みたいだけど、主人公はサム・シェパード演じる中年エンジニアのウォルターだ。彼は飛行機事故から奇跡的に生還した後、船旅に出るんだが、そこでジュリー演じるザベスという若い女性と運命的な出会いを果たすんだ。事故から助かった直後の出会いなんて、運命を感じちゃうね。二人は恋に落ちるの？ああ、親子ほど年が離れているんだが、自由奔放で魅力的なザベスに、ウォルターはどうしようもなく惹かれていくんだ。二人はイタリアからギリシャへと旅を続けるロードムービー形式で物語が進むんだが、この時のジュリーが本当に可愛いんだぜ。ポニーテールにラフな服装で、地中海の陽光の下を駆け回る姿は、まさにみずみずしい青春そのものだ。想像するだけで素敵、綺麗な景色と可愛い女の子、最高の組み合わせじゃない。でも、さっき残酷って言ってたのが気になるわ。鋭いな。実はこの二人には、決して結ばれてはいけない衝撃的な事実が隠されていたんだ。地中海の輝かしい陽光の下での甘い逃避行が、実は恐ろしい運命へと向かう童貞だったなんて、皮肉なものだよな。旅の終着点であるギリシャでその真実が明かされた時、物語は現代のオイディプス王とも呼ばれる悲劇へと突き落とされるんだぜ。結ばれてはいけない事実。それにオイディプス王って、悲劇の代名詞じゃない。あんなに楽しそうに旅をしていたのに、最後はどうなっちゃうの？美しいギリシャの遺跡と、そこで突きつけられる逃れられない運命の対比が凄まじいんだ。無邪気な笑顔の裏で、知らず知らずのうちに愛する男を破滅へと導いてしまう、ジュリー・デルピーの無自覚な魔性が炸裂した一作だぜ。第7位、パリ、恋人たちの2日間、2007年。第7位は、2007年公開のパリ、恋人たちの2日間だ。これまでの天使のようなイメージとは一転、この作品ではジュリー・デルピーの映画作家としての恐ろしいほどの才能が爆発しているんだぜ。映画作家としての才能？演技がすごいってこと？それだけじゃないぜ。なんと彼女はこの映画で、主演だけじゃなく、監督、脚本、編集、さらには音楽まで、一人子役をこなしているんだ。まさに彼女の執念とセンスが詰まった、痛快なラブコメディなんだぜ。子役。音楽まで自分で作るなんて、マルチな才能がありすぎるよ。一体どんなお話なの？物語は、ニューヨークに住むフランス人の写真家マリオンと、アメリカ人の恋人ジャックが、休暇でマリオンのふるさとパリを訪れるところから始まる。神経質なジャック役をアダム・ゴールドバーグが演じているんだが、彼が文化の違いや言葉の壁、それにマリオンの奔放すぎる性格に振り回されて、どんどん精神的に追い詰められていく様子が最高におかしいんだよ。あはは、パリジェンヌの彼女に振り回されるアメリカ人彼氏か。なんだか目に浮かぶようね。この映画の最大の見どころは、そのリアリティなんだ。実は、マリオンの両親役を演じているのは、ジュリー・デルピーの実の父親アルベール・デルピーと、母親のマリー・ピレなんだぜ。実の親子だからこその遠慮のない会話や、独特な空気感がめちゃくちゃ面白いんだ。本物のご両親が出てるの？それはすごいキャスティングだね。演技じゃ出せない元の表情が見られそう。ああ、それに、
街を歩けばマリオンの元彼たちに次々と遭遇して、その度にジャックの嫉妬心が爆発する展開も笑えるぜ。ウディアレンの映画みたいに皮肉の効いたマシンガントークが止まらない。ジュリー・デルピーの知的でシニカルなユーモアセンスが最高に光る一作だぜ。第6位、ビフォアミッドナイト、2013年。第6位は、2013年公開のビフォアミッドナイトだ。これは恋愛映画の金字塔と呼ばれるビフォアシリーズの第3作目で、1作目の出会いから18年、2作目の再会から9年後の2人を描いた作品だぜ。18年も続いているシリーズなの。すごい歴史だね。二人はどうなったの？やっぱりロマンチックな恋を続けているのかしら。今回はギリシャの美しい島が舞台で、ジェシーとセリーヌは家庭を持ち、双子の娘と一緒にバカンスに来ているんだ。でもな、今回描かれるのは甘い夢のようなロマンスじゃなくて、積もり積もった夫婦の現実なんだよ。現実か。長く一緒にいると、色々あるもんね。そうなんだ。実はこの脚本、監督のリチャード・リンクレイターと、主演のイーサン・ホーク、そしてジュリー・デルピーの3人が共同で執筆して、アカデミー脚色賞にもノミネートされたんだ。だからこそ、セリフの一つ一つがリアルで、痛いほど心に突き刺さるんだぜ。自分たちで言葉を紡いでいるんだね。だからこそ演技にも熱が入るわけだ。ああ、最大の見どころは、ホテルの一室で繰り広げられる壮絶な夫婦喧嘩のシーンだ。ロマンチックな夜になるはずが、些細なことから不満が爆発して、お互いの痛いところをえぐるような罵り合いになっちまう。ジュリーはここで、年齢を重ねた自分の体を隠すことなくトップレスも披露して、40代女性の悩みや苛立ちを体当たりで演じきっているんだ。女優魂だね。でも、喧嘩ばかりじゃ見ていて辛くない？いや、魔法が解けた後の、生々しいぶつかり合いの先にこそ、本物の愛があるのかもしれない。夢物語だけで終わらせない、大人のための傑作だぜ。第5位、僕を愛した2つの国、ヨーロッパ、1990年。折り返しとなる第5位は、1990年公開の僕を愛した2つの国ヨーロッパだ。ポーランドの女性監督アニエスカ・ホランドが手掛けた名作で、第二次世界大戦中、ナチスの迫害から逃れるためにドイツ人になりすまして生き延びた、ユダヤ人少年ソロモンの数奇な実話を描いた戦争ドラマだぜ。実話なの？ユダヤ人の少年がナチスの中に隠れるなんて、バレたら即座に殺されちゃうじゃない。そんな極限状態で、ジュリーは一体どんな役を演じたの？彼女が演じたのは、主人公が潜り込んだ先で恋に落ちるドイツ人の少女、レニだ。当時20歳前後だったジュリーは、金髪に壁眼という、まさにナチスがプロパガンダで理想としたアーリア人の美しさを体現したような、眩しいほどの輝きを放っているんだぜ。敵の組織の中で恋をしちゃったんだ。でも、相手が若き日のジュリー・デルピーなら、危険を冒してでも好きになっちゃう気持ちはわかる気がするわ。だが、その恋こそがこの映画の最も残酷な点なんだ。レニは心からヒトラーを信奉している、純粋なナチスの少女なんだよ。だから彼女は、愛するソロモンの目の前で、悪気なくユダヤ人を軽蔑するような発言を繰り返してしまうんだ。うわぁ、それはきつい。ソロモンは自分がユダヤ人だなんて絶対に言えないもんね。彼女の純粋な言葉の一つ一つが、彼の心をえぐっていたなんて悲しすぎるよ。その通りだぜ。二人が制服姿で見つめ合うシーンは、一見すると美しい初恋の絵図なんだが、その裏には正体がバレたら終わりという命がけの緊張感が張り詰めている。観客はレニの無垢さとソロモンの苦悩の間で、やるせない感情を抱かずにはいられないだろうな。戦争という狂気が、若者の純粋な愛をどう歪めてしまうのか。ジュリーの残酷なまでの無垢な美しさが、その悲劇をより一層際立たせている名作だぜ。第4位、ビフォアサンセット、2004年。第4位は、2004年公開のビフォアサンセットだ。これは、ビフォアサンライズの正当な続編で、前作の運命的な出会いから9年後、30代になった二人の再会を描いた大人の恋愛映画だぜ。
9年後か。一度別れた二人が再会するなんて、なんだかドキドキするシチュエーションね。二人はどうやってまた巡り会えたの？前作の後、作家として成功したジェシーが、出版ツアーで訪れたパリの書店でセリーヌと再会するんだ。彼がアメリカに帰る飛行機の時間までのわずか85分間、二人はパリの街を歩きながらひたすら語り合うんだが、この映画のすごいところは、上映時間と劇中で経過する時間がほぼ同じリアルタイム進行で作られている点なんだよ。編集で時間を飛ばしたりしないってこと？まるでドキュメンタリーみたいだね。演じる方は大変そうだけど、緊張感が伝わってきそう。そうなんだ。だからこそ会話の間や視線の動きに嘘がないんだぜ。この時のジュリーは少し痩せて、洗練された大人のパリジェンヌになっている。若い頃の無邪気さとは違う、知的で自立した女性の美しさが溢れていて、ジェシーが彼女に再び惹かれていく説得力が半端じゃないんだ。素敵な大人の女性になったんだね。でも、飛行機の時間が迫ってるんでしょ？最後はどうなっちゃうの？そこがこの映画が伝説と呼ばれるゆえんだぜ。ラストシーン、セリーヌのアパートで彼女がニーナ・シモンの曲に合わせて踊りながら、ジェシーに向かって、ハニー、飛行機に乗り遅れるわよ、ベイビー、You are gonna miss that plane。っていたずらっぽく囁くんだ。その一言と、あえて答えを描かずに終わる粋な幕切れは、映画史に残る最高に洒落たラストシーンとして語り継がれているんだぜ。第3位、トリコロール、白の愛、1994年。いよいよトップ3に入るぜ。第3位は、1994年公開の白の愛だ。これはポーランドの巨匠クシシュトフ・ケシロフスキ監督によるトリコロール3部作の2作目で、フランス国旗の白、つまり平等をテーマにした作品だ。だが、ここでジュリー・デルピーが見せるのは、平等どころか男を地獄に突き落とす、冷酷な悪女の顔なんだぜ。白っていうから純白のドレスとか純愛をイメージしてたのに、悪女なの？天使みたいな彼女が悪女を演じるなんて想像つかないわ。そのギャップが恐ろしいんだよ。物語の冒頭、彼女演じるドミニクは、ポーランド人の夫カロルに対して離婚を突きつけるんだが、その理由が衝撃的だぜ。なんと、夫が性的不能で愛し合えないからっていう、男としてのプライドを粉々にするような理由なんだ。うわぁ、それはきつい。公の場でそんなこと言われたら立ち直れないよ。しかもそれを、あんな可憐な顔で言うんでしょ？残酷すぎるわ。ああ、法廷で夫を冷たく見下ろす彼女の表情は、氷のように冷ややかで、同時に息を飲むほど美しいんだ。結局、夫は店も財産も奪われて無一文で国を追い出されるんだが、それでも彼女のことを忘れられず、歪んだ執着を抱き続けることになる。ひどい仕打ちを受けても嫌いになれないなんて、まさに運命の女、ファムファタールね。夫はどうなっちゃうの？泣き寝入り？いや、ここからが男の逆襲だ。裏社会で成功して大金持ちになった夫は、自分を捨てたドミニクへの愛憎入り混じる復讐として、なんと自分の死を偽装して彼女を罠にはめる計画を実行するんだ。死んだふり。復讐のスケールが大きすぎるよ。ドミニクはどうなるの？詳しくは言えないが、ラストシーンが圧巻だぜ。罠にはめられて刑務所に入った彼女が、窓越しにあるメッセージを手話で送るんだ。その時の表情が、悲しみと愛と後悔が入り混じったなんとも言えない顔でな。冷酷な悪女が初めて見せる人間らしい感情に、見ているこっちまで胸を締め付けられる名作だぜ。第2位、汚れたち、1986年。いよいよ第2位だ。作品は1986年公開の汚れたち。フランスのキサイレオス・カラックス監督が手掛けた青春映画の傑作だぜ。この作品に映っている当時16、7歳のジュリー・デルピーこそが、まさに世界中の映画ファンに舞い降りた天使と言わしめた、伝説の姿なんだ。ついに天使の由来になった作品が来たのね。タイトルはちょっと怖いけど、どんなお話なの？舞台は愛のない性行為で感染する奇病、STBO が蔓延する近未来のパリだ。天涯孤独の青年アレックスが、父の借金を返すために、仲間と一緒に製薬会社からワクチンの原液を盗む計画に参加する、
というストーリーだぜ。SF チックな設定なんだね。そこでジュリーはどんな役を演じているの？彼女が演じるのは、計画の仲間の愛人でありながら、主人公のアレックスを一途に愛し続ける少女リーズだ。でもな、この恋はあまりにも切ないんだ。なぜならアレックスは、ジュリエット・ビノシュ演じる別の女性アンナに恋をしてしまうからなんだよ。うわぁ、三角関係か。主人公を思ってるのに、彼は別の人を見てるなんて辛すぎるよ。それでも彼女は彼を追いかけるの？ああ、バイクに乗って彼を追いかけたり、傷ついた彼を献身的に支えたりするんだが、その姿がいじらしいほどけなげなんだ。主人公がデビッド・ボーイのモダンラブに合わせて疾走するシーンが有名だけど、その銅のエネルギーとは対照的に、静かに愛を捧げるリーズの透明感は、画面から浮き上がるほど神々しいんだぜ。報われないと分かっていても尽くす姿、泣けてきそう。最後、彼女はどうなるの？悲劇的な結末の後、ラストシーンの空港で彼女が見せる表情があるんだが、それがもう言葉にできないほど美しいんだ。絶望の中にもかすかな希望を感じさせるような、映画史に残る名イラストだぜ。彼女の最も美しい瞬間を目撃したいなら、この映画は絶対に外せない一本だ。第1位、ビフォーサンライズ、恋人までの距離、1995年。栄えある第1位は、1995年公開のビフォアサンライズ恋人までの距離だ。これは先ほど紹介したサンセット・ミッドナイトへと続く伝説の3部作の第1作目であり、ジュリー・デルピーが恋愛映画のヒロインとして不動の地位を築いた最高傑作だぜ。ここから全てが始まったのね。第4位と6位であれだけドラマチックな展開を見てきたから、二人の出会いがどんなものだったのか、すごく気になるわ。物語は、ブダペスト発ウィーン行きの列車の中で始まる。アメリカ人の青年ジェシーと、フランス人の女子学生セリーヌが偶然隣り合わせになって、意気投合するんだ。そしてジェシーが一緒にウィーンで降りて、朝まで街を歩こうって誘うところから、たった一夜の恋が始まるんだぜ。列車で出会って途中下車。なんてロマンチックな始まりなの。でも、一夜限りって決まってるのが切ないね。そうなんだ。限られた時間の中で、二人は観光名所を巡りながら、人生や愛について語り明かす。特に名シーンとして語り継がれているのが、レコード店の視聴室だ。狭いブースの中で音楽を聴きながら、お互いに視線を合わせようとしてはそらす。あのもどかしくて甘酸っぱい距離感がたまらないんだよ。うわぁ、想像しただけでキュンキュンする。言葉がなくても気持ちが伝わってくるシーンだね。そして夜明けが近づき、別れの時が来る。連絡先を交換せずに半年後にこの場所で会おうと約束だけを交わして別れるラストは、映画史に残る最も美しいエンディングの一つだ。この結末は、多くの観客の心に永遠の問いかけを残し、あまたのラブストーリーに影響を与えた伝説的なシーンでもあるんだ。ジュリー・デルピーの知性と美しさが完璧な形で結晶化した、文句なしの第一位だぜ。総評またはまとめ。以上、ジュリー・デルピーの傑作映画ベスト10を紹介したぜ。舞い降りた天使と呼ばれた美少女時代から、世界中の映画ファンを虜にしたビフォアシリーズ、そして自らメガホンを取る映画作家としての活躍まで、彼女の才能はとどまるところを知らないな。本当にすごい女優さんだね。ただ綺麗なだけじゃなくて、自分の言葉で愛や人生を表現できる知性があるからこそ、こんなに長く愛されているんだなって思ったわ。私も彼女の映画、全部見てみたくなったよ。ああ、どの作品も彼女の魅力が詰まった名作ばかりだぜ。みんなはどの時代のジュリー・デルピーが好きかな？この映画のここが好きとか、あのシーンが忘れられないなんて感想があったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。それじゃあ、今日の動画はここまで。もし面白かったら、高評価とチャンネル登録を忘れずにお願いね。次回もまた、素敵な映画の世界でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうな。またな。